春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は AI エネミーに聴覚を実装してみようと思います。AI エネミー作ってみた、その 4AI センスヒアリング。早速、作ってみましょう。1、AI ヒアリングコンフィグ。聴覚の設定を追加します。AI コントローラー AIC エネミーベースを開きます。コンポーネントパネルで AI パーセプションコンポーネントを選択します。詳細パネル AI パーセプションセンシズコンフィグでインデックス0を閉じます。センシズコンフィグのプラスをクリックして設定を追加します。プルダウンより AI ヒアリングコンフィグを選択します。展開します。ヒアリングラディウスは音に気づく最大可調範囲です。500にします。ディテクションバイアフィリエーション所属による検出を展開します。すべて有効にします。マックスエイジは有効期限ですね。3.0 にします。コンパイルして保存します。2、ノイズアクターの作成。触れると AI が感知できるノイズが発生するアクターを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT ノイズアクターにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのプラス追加より、ボックスコリジョンを追加します。名前をコリジョンにします。詳細パネル、ハイデンインゲームを無効にします。コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。アザーアクターより、イコールノードを配置します。下のピンより、ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。イコールノードより、ブランチノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。リポートノイズイベントノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。リポートノイズイベントノードは AI が検出できるノイズを指定した位置で発生させます。ノイズロケーションはノイズの発生源です。ノイズロケーションよりゲットアクターロケーションノードを配置します。ラウドネスはノイズの大きさです。ノイズイニシエータにセルフノードをつなぎます。マックスレンジはサウンドが聞こえる最大の範囲です。0.0 の場合は無制限になります。スポーンエミッターアットロケーションノードを配置します。リポートノイズイベントノードにつなぎます。エミッターテンプレートに用意したエフェクトをセットします。エフェクトが発生する場所はこのアクターの場所にします。ゲットアクターロケーションノードをロケーションにつなぎます。プレイサウンドアットロケーションノードを配置します。スポーンエミッターアットロケーションノードにつなぎます。サウンドを設定します。ゲットアクターロケーションノードをロケーションにつなぎます。コンパイルして保存します。ノイズアクターをレベルに配置します。3、AI デバッカー。AI のデバッグモードを表示します。AI エネミーは1体にします。一旦、AI エネミーはアイドル状態にします。レベル上の AI エネミーを選択します。詳細設定、デフォルト、パトロールルートをクリアします。AI エネミーは後ろを向くようにします。起動してみましょう。デバッグキータブを押します。パーセプションのデバッグを表示したいので、4キーだけにします。黄色はヒアリングラディウス、可調範囲です。ヒアリングラディウスの領域内でノイズを鳴らすと何も反応しません。ヒアリングラディウスの領域内でノイズを鳴らすと、黄色の球体が現れます。エネミーが音を検出していることを表しています。マックスエイジの3秒に達すると、黄色の球体が消え、エネミーは音を忘れます。4、ブラックボードにキーを追加。音の発生源に移動するために、ブラックボードにキーを追加します。ブラックボードを開きます。新規キーより、キーを追加します。ベクター型を追加します。名前をプレイスオブサウンドにします。保存して閉じます。5、AI コントローラーに聴覚を実装。AI コントローラー AIC エネミーベースを開きます。その1、関数セットステートアズサーチの作成。AI エネミーは音の発生源に移動して調査します。調査状態に切り替える関数を作成します。関数セットステートアズパトロールを複製します。名前をセットステートアズサーチにします。enum の値をサーチステートにします。調査する場所を知りたいので、エントリーノードを選択します。
詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数ロケーション、ベクター型を作成します。変数、AI より、変数ブラックボード、ゲットノードを配置します。変数ブラックボード、ゲットノードより、セットバリューアズベクターノードを配置します。前の処理につなぎます。キーネームを右クリックして、変数へ昇格します。名前をプレイスオブサンドキーネームにします。一旦、コンパイルします。デフォルト値をプレイスオブサンドにします。ベクターバリューをエントリーノードのロケーションにつなぎます。保存して閉じます。主に、関数センスヒアリングプロセスの作成、AI コントローラーで音を感知した時に呼び出す関数を作成します。名前をセンスヒアリングプロセスにします。感知した音の発生源を知りたいので、エントリーノードを選択します。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数ロケーション、ベクター型を作成します。関数ゲットカーラントステートを配置します。エントリーノードにつなぎます。ステートピンより、スイッチノードを配置します。AI エネミーの調査状態に変更するために、関数セットステートアズサーチを配置します。パトロールステートとサーチステートをつなぎます。ロケーションとロケーションをつなぎます。保存して閉じます。その3、センスタイプの指定、イベントグラフのオンパーセプションアップデイティドに聴覚を実装します。感知したアクターの確認の後ろにシーケンスノードを配置します。センスタイプの指定をコピーして貼り付けます。シーケンスノードにつなぎます。センスをヒアリングセンスにします。これで AI エネミーが視覚または聴覚で新しいものを感知するたびに実行されます。関数センスタイプを開きます。ブレイク AI スティギュラスノードを選択します。詳細パネル、ピンオプション、オールパーセプションでスティギュラスロケーションを有効にします。ブレイク AI スティギュラスノードのスティギュラスロケーションをリターンノードにドロップします。保存して閉じます。その4、サーチステートに切り替え、調査状態に切り替えます。関数センスヒアリングプロセスを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。ロケーションをスティギュラスロケーションにつなぎます。コンパイルして保存します。6、サーチ用タスクツリーの作成、ビヘイビアツリー BTI エネミーベースを開きます。チェイスターゲットとパトロールステートの間にシークエンスノードを追加します。名前をサーチステートにします。6-1、デコレーターの追加、シークエンスノードを右クリック、デコレーターを追加より、ブラックボードデコレーターを追加します。ブラックボードデコレーターを選択します。詳細パネル、ブラックボードキーをステートにします。キークエリを IS=2 にします。キーバリューをサーチステートにします。フローコントロールを設定します。ノーティファイオブザーバーをオンリザルトチェンジにします。オブザーバーを中止をセルフにします。6-2、タスクの追加、タスクを追加します。BTT ムーブメントスピードタスクを追加します。ムーブメントスピードをジョギングにします。ムーブ2タスクを追加します。ブラックボードキーをポイントオブサンドにします。8タスクを追加します。8タスクは調査している時間です。8タイムを3秒にします。6-3、調査終了後のタスクを作成。調査が終了すると、パトロールに戻るタスクを作成します。新規タスク、BT タスクブループリントベース。名前を BTT セットパトロールステートにします。イベントレシーブエクスキュート AI ノードを配置します。オーナーコントローラーより、キャスト 2IC エネミーベースノードを配置します。アズ IC エネミーベースより、関数セットステートアズパトロールを呼び出します。フィニッシュエクスキュートノードをサクセスを有効にしてつなぎます。コンパイルして保存します。ビヘイビアツリーのサーチステートに BTT セットパトロールステートを追加します。保存して閉じます。BT ノイズアクターをこの辺りにもう一つ配置します。起動してみましょう。BT ノイズアクターに触れてノイズを発生させると、エネミーは発生源移動します。発生源移動中に、プレイヤーが視界に入るとプレイヤーを追跡します。7、センスサイトの修正、マックスエッジ。前回の動画、視覚の実装で、AI エネミーの視界から外れるとすぐにロストしてました。マックスエッジが機能していないので、修正します。
AI コントローラー AIC エネミーベースを開きます。関数センスタイプを開きます。ブレイク AI スティミュラスノードを選択します。詳細パネル、ピンオプション、オールパーセプションで、エクスピレーションエイジを有効にします。エクスピレーションエイジは、スティミュラスが無効になるまでの時間です。ブレイク AI スティミュラスノードのエクスピレーションエイジを、リターンノードにドロップします。保存して閉じます。ブランチノードとブランチノードの間にディレイノードを配置します。関数センスタイプのエクスピレーションエイジをディレイノードのデュレーションにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。AI エネミーの視界から外れるとすぐにロストしていましたが、マックスエイジが機能しましたね。設定ファイル。なんだかゲームっぽくなってきましたね。エネミーに聴覚を持たせるメリットは、リアリティの向上。敵キャラクターが周囲の音を感知して反応することで、ゲームの世界がより現実的に感じられます。戦術的な深み。プレイヤーが行動を慎重に計画する必要が出てきます。例えば、足音を立てないように移動するといった要素が加わります。臨場感の強化。敵に聞かれないように注意を払うことで、プレイヤーはゲームの緊張感や没入感が増します。プレイヤーの行動多様化、音を利用した戦術、音を立てて敵を誘導するなどが可能になり、プレイスタイルの幅が広がります。人工知能、AI の改善、聴覚を持つ敵キャラクターは、プレイヤーとの対戦がよりチャレンジングかつ面白くなります。ステルスゲーム要素の強化、聴覚が導入されることで、ステルスゲームの要素が強化され、プレイヤーがより慎重に行動することが求められます。環境音の活用。環境音を利用して敵を撹乱したり、偽の足音で敵を誘導するなど、ゲームプレイが多様化します。ナラティブの強化。敵がプレイヤーの足音や武器の音に反応することで、ストーリーや設定の一貫性が高まり、物語の中にプレイヤーがより没入できます。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。